のささやきの朗読やこの話をすると必ず最初にこう聞かれる。どこで道を間違えたの？でもはっきりと言える。間違えてなんていない。家を出た瞬間から最初から最後までナビも標識も全部合っていた。異変はもっと手前から始まっていたんだ。あの日は夜に用事があって車で出かける予定だった。特別な理由ではない。ただ夜の方が道が空いているとそう思っただけだ。エンジンをかけいつもの道を走り出す。住宅街を抜け幹線道路へ出る。その時点では何もおかしいことはなかった。ただ一つ普段と違ったのはやけに車が少なかったことだ。信号で止まっても前にも後ろにも車がいない。青に変わると自分だけが動く。妙に音が少なかった。タイヤの音も風の音もどこか薄い。しばらく走るとナビが再計算を始めた。理由も表示されてはいない。渋滞も事故も出ていない。そのまま案内されるまま少し細い道へ入った。街灯が減り周囲が暗くなる。ここで引き返せばよかった。だがなぜかそうは思わなかった。しばらくするとラジオが一瞬だけ途切れた。砂嵐の向こうで誰かが息を吸う音がした。すぐに戻ったが胸の奥が少しだけ重くなった。その直後道の先に看板が見えた。古いドライブインの看板だ。見た瞬間懐かしいような知らないような変な感覚になった。行ったことはないはずなのに。看板の下には小さく矢印が出ている。ナビも同じ方向を示していた。その時ふと気づいた。時計を見ていなかった。慌てて目を落とすと時間表示が点滅していたんだ。数字が定まらない。そのまま進んでいたら戻れなくなる。そう思った。でもブレーキを踏む理由が見つからなかった。俺はそのまま看板の示す方向へハンドルを切った。矢印の先に進むと道は一気に細くなった。対向車が来たらどちらかが止まらないと通れない、そんな幅だった。だが対向車は来なかった。
後ろから追いついてくる車もない。ミラーを確認すると、後方が暗すぎてどこまで道が続いているのかがわからなかった。さっきまで見えていた街の明かりもいつの間にか消えていた。ナビは黙ったままだった。案内も再計算も出ない。地図表示だけが薄く残っている。だがその地図がおかしかった。道路は表示されているのに、自分の位置を示す矢印が少しずつ遅れて動いているんだ。ハンドルを切ってから一拍遅れて画面の矢印が向きを変えた。まるで本当の動きは別にあるみたいだった。しばらく走ると、道の脇に使われていないガードレールが現れた。白い塗装は剥げ、ところどころ錆びている。その向こうは真っ暗だ。崖なのか、ただの林なのか、見分けがつかない。ヘッドライトの光が途中で吸い込まれる。地面に届かない。その時、急に腹の底が冷えた。走っている感覚が薄れてきた。エンジンの音はしている。スピードメーターも動いている。なのに前に進んでいる感じがしなかったんだ。同じカーブ、同じ木、同じガードレール。気づいた。戻っているんではない。進んでいないんだ。何分走ったのかわからない。時間の感覚が完全に抜け落ちていたんだ。その時、視界の先に明かりが見えた。一つじゃない、いくつも並んだ黄色い光。そして道が少しだけ開ける。そこには建物があった。古いドライブインだった。さっき見た看板と同じ色、同じ形、同じ文字の書け方。なのにナビの地図には何も表示されていなかった。駐車場に入る直前、ふと強烈な既視感に襲われた。なぜだかわからないが、俺はここを知っているようだった。来たことがないのに来たことがある場所だったんだ。駐車場に入った瞬間、エンジンの音が少し遠くなった。車を止めてもいないのに、音だけが先に離れていくんだ。俺は慌ててブレーキを踏み、ようやく車が止まった。周囲を見渡す。駐車場は広い。白線も引いてある。だが、車は一台も止まっていなかった。それなのに、地面にはタイヤの跡が無数に残っていたんだ。乾いた跡と、まだ新しい跡が入り混じっている。建物の正面には大きなガラスの窓。
中は明るく、テーブルや椅子が見える。人影はない。ドアの横に営業時間の札がかかっていた。そこには24時間営業と、その下に小さく別の札がぶら下がっていた。朝まで。意味がわからなかった。車を降りると足元の感触が妙に軽い。地面を踏んでいるのに少し浮いているような感じがしたんだ。店の前まで歩くと自動ドアが音もなく開いた。中に入った瞬間、空気が変わった。外よりも少しだけ朝に近い匂いがしたんだ。コーヒーと油と長く使われていない布の匂い。店内は見た目よりも奥に長かった。入り口から見た以上に席が続いている。壁には風景写真が飾られていた。参道、夜の駐車場、暗いカーブ。どれもさっき走ってきた道だった。だが一枚だけまだ見ていない景色があったんだ。朝焼けの空とこのドライブイン。写真の下に日付が書いてある。それはなんと今日の日付だった。その瞬間、背後でドアが閉まる音がした。振り返ると入り口が壁になっていたんだ。外はどこにも見えない。代わりに店内の時計が目に入った。壁掛けの古い時計。針は午前4時58分で止まっていた。カチッという音がして秒針がほんの少しだけ動いたんだ。そして秒針がもう一度だけ動いた。59分。店内の照明がわずかに明るくなった。夜の光ではない、外が白み始めるあの時間の色だった。奥の席で誰かが立ち上がる気配がした。姿は見えない。だが椅子の数だけ確実に気配があったんだ。カウンターの向こうにいつの間にか人が立っていた。年齢も顔立ちもよくわからない。ただこちらを見ている。その人は、もうすぐ朝ですよ。それだけ言った。時計を見る。分針がゆっくりと6時を指そうとしている。その瞬間、頭の中にはっきりと浮かんだ。朝になったらここが外になる。外だった場所が全部ここに回収される。俺は焦って入り口だった壁に手をついた。冷たく硬い。そしてびくともしなかった。背後で椅子が引かれる音が増えた。席が埋まっていく。
カウンターの男が静かに言った。帰るなら今しかありませんよ。指さされた先に細い通路があった。最初からあったはずなのに、今まで見えなかった場所だ。通路の奥に薄く光るものが見える。それは車のヘッドライトだった。俺は考える暇もなく走った。通路を抜け、ドアを押し開けると、一気に冷たい空気が流れ込んだ。その瞬間、俺は車の中にいた。エンジンがかかっている。外は完全な朝だった。周囲を見る。あのドライブインはどこにもなかった。駐車場も建物もない。ただの見覚えのある山道だった。だが家に帰ってから靴を脱いだとき気づいた。靴の底に乾いた土と白い線がついていた。駐車場の白線と同じ形だった。今も夜明け前に車を走らせるとナビに出ない矢印が一瞬だけ表示される。俺は絶対にそっちを見ない。朝まで残ったら帰る側じゃなくなるからだ。あの峠道のことは今でもできるだけ思い出さないようにしている。俺とアレンが車で出かけたのは夜遅くなってからだった。特別な用事があったわけではない。仕事終わりに少し遠回りをして帰ろう。それだけの理由だった。参道に入る手前で古い電光掲示板が目に入った。この先通行止め。そう表示されていたが、肝心の理由は書かれていなかった。アレンは一度止まろうとはしたが、ナビは問題なく案内を続けていた。地図上でも道はつながっている。工事の時間帯が終わったのかもしれない。そう思ってそのまま進んだ。峠道は街灯がなく、ヘッドライトだけが頼りだった。カーブを曲がるたびにガードレールの外が異様に暗い。谷があるはずなのに奥行きが感じられず、闇が壁のように迫っていた。アレンが窓を少し開けた。風の音が入ってくるはずなのに何も聞こえなかった。その代わりに低く湿った匂いが車内に流れ込んだ。土と鉄が混ざったような不快な匂いだった。しばらく走ると道の脇に反射板が増え始めた。やけに数が多く間隔も揃いすぎている。まるでここを通るものを数えているみたいだった。その時アレンが言った。ねえ、この道前にも通ったことあるよね。確かに見覚えはあった。だがこんなに
長かった記憶はない。同じカーブ、同じ木立ち、同じ反射板が何度も現れる。ループしている。そう気づいた瞬間、前方に明かりが見えた。山の中にポツンと一軒、古いドライブインだった。看板は消え、建物の輪郭だけが浮かんでいる。だが中からは確かに明かりが漏れていた。通行止めの先に営業しているはずのない店があった。車を止めると外の空気はさらに冷たくなった。季節に合わない温度で息が白くなるほどではないのに、皮膚だけが冷えるような嫌な感覚が残る。アレンはハザードをつけながら俺の顔をちらりと見た。行くしかないよね。言葉とは裏腹に手は小刻みに震えていた。建物は古びてはいたが崩れてはいなかった。ガラス戸の向こうで薄明かりが揺れていた。人影はない。なのに店内のどこかで低いうなりのような音が続いていたんだ。ガラス戸に手を伸ばすと鍵はかかっていなかった。開けた瞬間、店独特の出汁の匂いがぶわっと広がった。しかし暖かさがまるでなかった。湯気もなく匂いだけがそこに漂っていた。中へ入るとカウンター席とテーブル席がいくつか並んでおり、どれもきれいに整えられていた。誰かがついさっきまで片付けをしていたかのように箸の向きすら揃っている。なあ、やっぱりおかしくね？アレンは声を潜めた。返事をしようとした瞬間、奥の厨房から音がした。包丁でまな板を叩くような乾いた音。リズムは一定で、しかし微妙に速度が揺らいでいる。誰がいるのかと厨房の方を覗くと、白い影がふらりと横切った。人影に見えたが、形がはっきりしない。影なのに立体感があった。アレンが震えた声で言った。人、いるよな。だが次の瞬間、影は輪郭を歪ませながら、ゆっくり奥へと消えていった。まるで生き物の動きではなかった。立ち止まるでも振り向くでもない。ただそこにいた形だけが何かに押し流されるように移動をした。足元を見ると床に細く濡れた跡が続いていた。まっすぐ厨房に向かって伸びている。水とは違う。もっと粘りのある暗い色をしていた。アレンが呼吸を止めたまま固まっている。俺も足を動かせなかった。その時、店の奥、厨房のさらに向こうから奇妙な音がした。笑い声でも呼吸音でもない。湿った闇がかすれるような
不規則な音。アレンが俺の耳元でささやいた。この店って営業してねえよな。俺は答えられなかった。なぜか誰かに聞かれる気がしたからだ。暗い奥から聞こえていた音はだんだん近づいてくるようだった。ふっふっという湿った呼吸が壁が張り付くように広がっていく。アレンは俺の袖を掴んだまま固まり、目だけで厨房の奥を見ていた。床の濡れた跡がひときわ濃くなり、奥の暗がりから白く細長い何かがせり出してきた。人の腕に見えたが、太さが均一で関節の影がなかった。影のような腕が床を探るように揺れ、その動きに合わせて濡れ跡がわずかに波打った。俺は息を潜めた。人間の腕はあんな動きなんてしないんだ。肘も肩もない棒のような形がゆっくりとこちらへ向けられていた。アレンが小さく言った。もう出よう。ダメだ。だがその瞬間、店の外から音が響いた。車のドアが開閉する音。俺とアレンの視線が同時に入り口へ向いた。誰かが店の外を歩いているんだ。それも複数だ。ぼんやりとした影が2つ、3つと横切った。俺たちが到着をする前からまるで外で待っていたような自然さだった。厨房の奥の白い影がその気配に反応したように震えていた。細長い形がぐにゃりと歪み、壁に吸い込まれるように暗がりに戻っていく。その直後、店内の照明がいきなり明るくなった。いきなりの眩しさで目を細めたが、次に視界に入った光景に息が止まった。席に誰かが座っていたんだ。それもいつの間にか。さっきまで誰もいなかったはずの椅子に黒い上着の背中が並んでいた。5人全員が同じ姿勢で同じ角度で前を向いている。顔は見えない。だがその肩の揺れが呼吸ではないことはすぐに分かった。揺れが一定の周期でまるで店全体の振動に合わせて動いているようだった。アレンが俺の腕を強く引いた。外から来てる奴らも人じゃない。入り口のガラスの向こうを薄い影がまた横切った。背の高さがバラバラで動きが不自然にのっぺりしている。まるで形だけが歩いているんだ。ここは人の出入りを前提にしていない。その事実がようやく腑に落ちた。峠道が通行止めになっていた理由は工事でも事故でもない。この店のために封鎖されていたんだ。アレンに腕を引かれ、俺たちは
ほとんど転ぶように店を飛び出した。外に出た瞬間、さっきまで感じていた冷気が一気に消えて、代わりに湿った重さが全身にまとわりついた。山の空気ではない、何かの中に入ってしまったような息苦しさだった。車に乗り込もうとしたとき、俺は違和感に気づいた。来たはずの道がなかったんだ。ヘッドライトが照らす先にはガードレールも反射板もなく、黒い斜面がそのまま続いている。崖なのか壁なのか、それすらもわからなかった。アレンの声が震えていた。道が消えてる。その瞬間、背後で足音がした。砂利を踏む音ではない。もっと強く濡れたものが引きずられるような音だった。振り返ると、ドライブインの入り口にそれが立っていた。人の形をしているが、首が異様に長く、肩もなく、顔の部分は影が固まっただけのようだった。白い腕がだらりと垂れ、指の数が合っていない。それが一歩こちらへ出た。次の瞬間、車のエンジンが勝手にかかった。キーは俺のポケットに入ったままだ。アレンが叫び、俺たちは同時にドアを閉めた。ハンドルが一人でに切れ、車体が前へ進み出した。そしてバックミラーに店が映った。建物の前にさっき中にいた影たちが並んで立っている。全員が同じ方向を向いていた。その中の一体がゆっくりと腕を上げた。白い腕の先が車の方を指さしていた。次の瞬間、視界が一気に暗転した。気づいたとき、車は通行止めの看板の手前に止まっていた。エンジンは切れていて、アレンは助手席で浅い呼吸を繰り返していた。ふと時計を見ると、峠に入ってから5分も経っていなかった。翌日アレンと一緒にその場所を探したが、店も脇道も何もなかった。ただ路肩の草の上に細長く濡れた跡が一本だけ残っていた。それからだ、夜中アレンの部屋に行くと、台所の床に同じ跡が伸びていることがある。水ではない。あの店で見たものと同じ色をしている。俺はまだ振り返られていない。けれど、あの白い腕はきっと俺たちの帰り道を覚えている。その夜は残業で帰りが遅くなった。時計を見ると午前1時半。腹が減ってどうしようもなくなって、国道沿いのドライブインを探して車を走らせた。その夜は霧が出ていた。ヘッドライトに照らされた白い粒が確かに舞っていた。
店の明かりが見えたのはもう参道に入る直前だった。営業中と看板が灯っていた。でもこの時間にやっている店なんて見たことがなかった。中に入ると油の匂いと古い木の床、厨房の奥から湯気が上がり、カウンターには年配の男が一人無言で立っていた。メニューを開こうとしたが、何度めくってもカレーライスしか乗っていないんだ。それでいいですか？低い声でそう言われ、俺はしぶしぶうなずいた。湯気の立つカレーがすぐに出てきた。ルーが少し焦げたような香りがして、スプーンを入れると湯気の中で銀色が揺れた。味は驚くほどうまかった。懐かしいというより、前に食べたことがある、そんなような味だった。食べ終わると男がレジにレシートを差し出した。500円です。古いレジの音がとなる。レシートを受け取ったとき、日付の欄が目に入った。平成25年10月2日。今は令和4年だ。一瞬印字ミスかと思った。けれど帰り道に後部座席からカレーの匂いがし続けていたんだ。平日の昼、気になって仕方がなくなった。夜に行ったあのドライブインを明るい時間に見てみたくなった。昼の国道は人も車も多い。霧もなく、あの夜の不気味さはどこにもなかった。だが目的の場所に着いた瞬間、思わずブレーキを踏んだ。そこには何もなかったんだ。いや、正確にはあった。けれどそれは焼け跡だった。黒く焦げたコンクリートの基礎、鉄骨がねじれ、風に錆びた匂いを放っていた。看板の残骸にはかすかにレストラン〇〇と文字が残っている。間違いなく昨日入った店だった。だがどう見ても営業どころか建物自体がもう存在していないんだ。俺は近くのガソリンスタンドに寄って店員に聞いてみた。ああ、あそこはね、もうだいぶ前に火事で焼けたんですよ。淡々とした口調だった。夜中にね、厨房から出火したみたいで、亡くなった方もいたらしいんですよ。俺は言葉が出なかった。だってポケットの中にまだ昨日のレシートが入っていたんだ。取り出してみると、くしゃくしゃになった紙にドライブインさくらと印字されている。ガソリンスタンドの男がそれを見て目を細めた。それ懐かしいな。10年以上前のお店ですよ。そう言われた瞬間、指先から
汗がにじんだ。確かに俺は昨日あの店に入った。あの男が出したカレーを食べた。湯気の熱もスプーンの重さも覚えている。なのに現実の世界にはあの店はもう存在していなかった。その晩家に帰っても落ち着かなかった。コンビニの明かりもテレビの音もどこか現実味がなかった。食卓に座り昨日のことを思い出そうとした。だが思い返すほどにおかしい。カレーの皿の色もスプーンの形もどうしても記憶がはっきりしない。けれど味だけは覚えていた。あの焦げたような香ばしい味。机の上にレシートを置いた。平成25年10月2日深夜2時13分。印字は消えかけていたが、間違いなく昨日の時間と同じ2時13分だった。嫌な偶然だと思いながら、スマホでドライブイン、桜、火事と検索した。出てきたのは10年前の地方新聞の記事。深夜2時、ドライブインで火災。店主を含む2名が死亡。日付は平成25年10月2日。手の中でスマホが滑り落ちた。俺が食べた時間とその火事が起きた時間が全く同じだった。胸の奥が冷たくなる。もう一度あのレシートを見ようとした瞬間、テーブルの上にシミができているのに気づいた。レシートの下から油のような茶色い液体がじわりと広がっている。鼻を近づけるとあのカレーと同じ匂いがした。手を引いた瞬間、髪が勝手に裏返った。そこには文字が浮かんでいた。印字ではない。インクがにじむようににじんで現れた文字。そこには、また食べに来てね。指先が震えた。慌てて立ち上がった拍子に、部屋の隅に置いてあったゴミ袋がかさりと動いた。中を覗くと、昨日捨てたはずのカレーの皿が入っていた。皿の上には焦げたスプーンがまだ温かいままだった。この話は何かを見たとか、その場で怖い目にあったとか、そういう話ではない。帰ってから少しずつ分かってきた話なんだ。今でも玄関のドアを閉めるたびに、一瞬だけ本当に閉め切れたのかを確認してしまう。あの夜もただのドライブだった。仕事帰り遠回りをして帰ろうと思っただけだ。
参道を抜ける途中、古いドライブインが見えた。営業しているようには見えなかったが、建物の中だけぼんやりと明かりが残っていた。入る気はなかった。本当にただ通り過ぎただけなんだ。車内からちらっと建物を見て、そのまま走り去った。止まってもいない。それなのに家に着いてからおかしなことに気づいた。玄関で靴を脱いだとき、靴の底がやけに汚れていた。山道を走っただけだ。車から一歩も降りてはいない。なのに土と草が靴の裏にこびりついていた。俺は不思議に思いながらも風呂に入り、その日は寝た。異変がはっきりと形になったのは翌朝だった。朝、目が覚めてすぐ玄関の方が気になった。理由はわからない。ただ確認しないといけないと思った。靴箱を開けると、昨日脱いだ靴の向きが揃え直されていた。俺はそんな几帳面な性格ではない。疲れていたし、確かに脱ぎっぱなしだった。靴底を見ると汚れは落ちていなかった。乾いた土と細い草が絡みついていた。その日の昼、車を使おうとしてもう一つおかしな点に気づいた。助手席の足元に白い紙が落ちていた。レシートだった。でも見覚えのないレシート。時間は昨夜、俺が家に着いた後の時刻。品名の欄には料理名ではなく数字が一つだけ印字されていた。金額はきっちりと支払い済み。頭の中に昨日見たドライブインが浮かんだ。だが止まってもいないし入ってもいない。そう思い込んでいた場所。俺は気味が悪くなり、その日は早めに帰宅をした。玄関を開けた瞬間、違和感がはっきりした。家の中に誰かがいた気配が残っていたんだ。空気が少しだけよそよそしかった。その夜、玄関に立ったまましばらく動けなかった。靴箱の下に見覚えのない影があった。靴一足分、余計な影だ。俺はゆっくりと数を数えた。靴は自分の分しかない。それなのに影だけが一つ多い。冷蔵庫を開けると中身が微妙に減っていた。自分が食べた量より少しだけ少ない。風呂場の床も濡れていた。使った覚えなんかない。極めつけは玄関のドアだった。内側から閉めたはずなのに、外から触ったような指の跡がうっすらと残っていたんだ。その形がはっきりわかった。指の数が一つ多かった。
そこで全部つながった。俺はドライブインを通り過ぎただけではない。帰ってきたのは俺一人じゃなかった。それ以来、夜玄関の前で靴を揃える音がする。次に揃えられるのは俺の分か、もう一足分か。わからないまま今日もドアを閉めている。あのキャンプの夜、俺は管理人に言われた一言をまだ覚えている。あっちの店には絶対に寄るな。絶対にだ。理由も説明もなく、ただそれだけを言われたんだ。俺とミノルとアヤの3人で来たキャンプ場は山奥にあって静かだった。昼は川の音が心地よくて、サイトも空いていて、焚き火の準備も順調だった。夕方になり、温度が下がり始めても、特に異常はなかった。ただ、管理棟の前を通りかかったとき、管理人だけが俺の顔をじっと見ていた。君ら、帰りはどっちに降りる？西の道です。管理人は一瞬だけ眉を潜めた。そして地図のある一点を指で押さえて低い声で言った。ここに明かりが見えても絶対に寄るな。昔から戻れなくなるって言われている場所だ。冗談だろ、とミノルは笑った。だが管理人は笑わなかった。目が真剣すぎて冗談には聞こえなかった。その夜俺たちはいつも通り焚き火を囲んだ。ただ薪が弾ける音のたびにアヤが何度も後ろを振り返った。理由を聞くと誰かの気配がする、そう言うんだ。確かに木立の奥から時折カサッと乾いた音がしていた。獣かもしれない。だが足音は二足歩行のリズムだった。深夜になる頃、俺は落ち着かない胸のざわつきに耐えきれず、テントの外に出た。月明かりの下、木々が妙に同じ位置で揺れている。風が吹いているなら音がするはずだが、全くしない。アヤの言った気配の意味が少し分かった。翌朝、片付けをして帰る準備をしていると、管理人がわざわざこっちへ来た。俺だけを見て、また同じことを言ったんだ。明かりが見えても絶対に止まるなよ。あの店は帰り道じゃない。その言い方がどうしても頭に残っていた。そしてその日の帰り道、山を降りるカーブを曲がったとき、斜面の向こうに黄色い明かりがぼーっと浮かんだ。どう見てもドライブインだった。明かりが見えた瞬間、車内の空気がガラッと変わった。ミノルは
腹減ったし、寄ってみようぜ。と言ったが、あやはシートベルトを握りしめたまま動かなかった。俺は管理人の顔を思い出していた。あの真剣な目、理由を言わなかったあの言い方。だが車は自然と減速し、気づけば駐車場に入り込んでいた。敷地の境界に明らかに新しくない白い杭が並んでいた。一本だけ泥で下の方が黒く染まっている。建物は古びてはいたが、窓だけは不自然に明るい。蛍光灯の白さではなく、提灯のような黄色い光。外の空気は昼より冷たく、湿った空気が胸の奥にまとわりつく。中に入った瞬間、三人とも足を止めた。匂いが店の匂いじゃなかった。出汁や油の匂いではなく、湿った土の下に沈んでいった匂いだった。それが天井から降りてくる。客は一人もいなかった。だが奥のテーブル席に水の入ったコップが3つ置いてある。ちょうど俺たち3人分。水滴が落ちる音だけが店全体に響いていた。厨房からは鍋をかき混ぜる音がする。金属が擦れる音で一定のリズムではない。何か重たいものが鍋の底に沈んでいて、それを引き剥がすような力の入った音だった。誰かいるよな。ミノルが声を潜めた。しかしカウンターの奥に人影はなく、のれんの向こうも暗いままだった。音だけが続く。あやがテーブルに置かれたコップを指さした。これ今置いたみたい。確かに水面は揺れていた。誰かが手を離して数秒も立っていないような揺れ方だった。店内の壁には古い張り紙があり、文字はほぼ読めない。ただ一つかろうじて読める紙があった。戻らぬもの、迷い込むもの、坂の明かりに惹かれるもの。あやが息を飲んだ。俺もミノルも自然と視線を合わす。すべて管理人が言っていた方向の話に重なっている。その時、厨房の鍋をかき回す音が突然止まった。静寂が落ちた後、のれんが一人でに揺れた。誰も触っていないのに、風もないのに。ゆっくりとのれんの下から影が伸びてきた。指の形をしているようにも見えるが、形が一定せず、床の上で揺れていた。ただ一点だけはっきりしていた。その影は俺たち三人の足元にまっすぐ向かってきていた。影は床の上を滑るように伸び、三人の足元で止まった。踏んでいないのに
靴底に冷たさがじわりと染みてくる。影というより湿った何かが薄く広がっている感覚だった。ミノルは椅子を蹴り飛ばす勢いで後ずさった。アヤは声を出そうとして喉を押さえて肩を震わせていた。俺は影が向かってくるその位置が俺たち三人の真ん中ではなく、俺の足元だけに濃く寄っていることに気がついた。厨房ののれんがまた勝手に揺れた。列を乱したように数回震え、その隙間から白い線のようなものが覗いた。細長い、人の指に近い形だが、関節の影がどこにもない。棒のような指が床をなぞるようにゆっくり動いていた。おい、帰ろう。本当にやばい。ミノルの声はかすれていた。だが出口の方へ一歩動いたとき、店内の照明が一瞬だけ赤みを帯びた。次の瞬間には元の白い光に戻ってはいたが、その一瞬で店内の客席が満席になっていた。さっきまで誰もいなかった席に背中を丸めた黒い影がずらりと座っている。全員が無言で同じ方向を向いている。顔は見えない。首の角度が全員全く同じだった。アヤが泣き声で囁いた。管理人が言ってた、戻らなくなるって、これなの？ミノルは答えられなかった。もちろん、俺もだ。ただ理解した。この店に入った時点で、俺たちは帰り道じゃない方へと足を踏み入れていた。その時、厨房の鍋が黒く泡立つ音がした。音というより何かがうごめく気配。のれんがゆっくりと持ち上がり、奥の暗がりから白い影が這い出してきた。肩幅も腰もなく、ただ人の上半身だけを無理やり縦に伸ばしたような形。顔は影に埋もれ、どこが目かもわからなかった。それが床を滑るように進み、俺たちの方へと向かってくる。三人とも固まった。逃げれない。動けば影がまとわりつく。その瞬間、店の奥の壁に貼られた張り紙が風もないのに揺れた。紙の端がめくれ、隠れていた文字が見えた。選ばれた者、一人連れて帰る。俺の足元の影が濃く脈打った。影が俺の足元だけで濃く脈打ち始めた瞬間、空気が一段沈んだんだ。床は乾いているのに、足首のあたりだけ冷たい水の中に突っ込んだような感覚がある。ミノルが俺の腕を掴んで後ろへ引こうとしたが、その手ごと影に阻まれ、皮膚の表面に薄い膜が張るように抵抗された。ミノルの声が震えていた。お前だけ狙われてる。
あやは泣きながら首を振っていた。ダメ、出ようよ。ねえ、お願い。だが、出口のガラスには無数の手形が浮かび上がっている。手形はすべて俺の肩の高さで止まり、じわりと滲んで重なっていく。外からも何かが俺を挟むように待っているのが分かった。客席の黒い影たちが一斉に立ち上がった。揃った動きで、揃った速度で、揃った角度で。首だけをこちらに向けている。全員俺の位置を正確に見ている。厨房から這い出してきた白い上半身の影が床を滑る音もなく近づいた。顔の位置はわからないのに、まっすぐ俺を見ているとわかった。影の細い指が俺の足首に触れた。触れられた瞬間、膝から上の感覚が一度途切れた。重さの位置が変わり、体の中に他の何かが入り込んでくる。胸の奥で低く湿った声がした。見つけた。その瞬間、ミノルが叫んだ。来るな、離せ。だが、俺の体は下へ引かれていく。床の影に沈み込むように足が少しずつ埋まっていく。引き上げようとしても影の膜が全身を締め付ける。綾が俺の手を掴んで引こうとした。だがその指が俺の手に触れた瞬間、叫んで手を離した。俺の手の甲に黒い手形が浮かんでいたんだ。まるで、お前は渡さない、と刻まれたように。冷たいものが背中に張り付き、肩の内側へと潜り込んでくる。呼吸の音ではない。俺の胸の奥から響く別の息が喉の裏を震わせた。帰るよ。連れて行くから。俺の口が勝手に動いた。声は俺のものではなかった。ミノルとアヤの顔が歪む。その視線の中で俺の影がもう一つ増えていた。足元に俺と同じ形の黒い影が重なっている。影だけが先に動いている。次の瞬間、店の照明がすべて落ちた。暗闇の中、俺の耳元にだけ声が落ちた。お前は返さない。気がついたとき、店の外、駐車場に立っていたのは、ミノルとアヤだけだった。俺の姿はどこにもなかった。ただ、店のガラスに一つだけ手形が残っていた。肩の高さで、俺の手の大きさと全く同じ場所に。あの店には、寄ったら最後の席が一つだけあった。それが俺だった。